皆さんこんにちは、ゲイ吉です。今回はサイバーパンク2077のモッド導入方法の解説と、必ず押さえておきたい定番のモッドをご紹介します。サイバーパンクのモッド導入はモッドマネージャーボルテックスを使って進めていきますので、まずはボルテックスの導入と使い方から、その後におすすめの定番モッドを紹介していきますので、モッド導入初心者の方でもこの動画を参考にしていただいて、サイパンでモッドを楽しむことができるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではモッド導入解説していきます。まずはモッドマネージャーの導入から。サイバーバンクで使うモッドマネージャーはボルテックスを使います。完璧ではありませんが安定して使い続けていますので、こちらをお勧めします。ボルテックスの導入には Nexus のアカウント登録が必要ですので、済ませておいてください。メールアドレスを登録するだけで OK です。登録が完了したら概要欄のリンクからボルテックスのダウンロードページへ飛んで、インストーラーを手動ダウンロードしてください。ダウンロードできたらインストーラーをダブルクリックしてインストール先フォルダを指定してインストールします。このインストール先はサイバーパンクがインストールされているのと同じドライブを指定してください。これでボルテックスのインストールが始まります。ボルテックスのインストールが完了したら、最初にボルテックスと Nexus をリンクさせておきます。右上の赤いアイコンをクリックして開いたブラウザのオーソリーズをクリックしてコンティニュー。これでリンク完了です。モッドマネージャー経由で元をダウンロードして導入できるようになります。次に管理するゲームを設定します。左のゲームの項目をクリックして検索欄にサイバーパンクと入力するか、一覧から探してサイバーパンクを有効化します。これでサイバーパンクにモッドを導入する準備ができましたので、次は前提要件から導入していきます。サイバーパンクのモッドを使用するための前提要件は複数ありますが、必ずしも全て導入する必要はありません。ただ今後いろいろなモッドを快適に楽しむために、今回紹介するものは全て導入しておいてください。前提要件はマテリアル&テクスチャーオーバーライド以外はモッドマネージャー経由で導入できますので、特に考える必要もありません。概要欄に記載してある前提要件を片っ端から導入しても大丈夫です。試しに一つ Red4ext を導入してみます。概要欄のリンクからダウンロードページへ進んで、モッドマネージャーダウンロードをクリック。これでボルテックスに Red4ext が追加されますので、有効をクリックします。これで導入完了です。残りの前提要件も全て同じように導入してください。マテリアル&テクスチャーオーバーライドの方は先ほども言いましたが、手動で導入してください。ダウンロードページでモッドマネージャーではなくマニュアルをクリックします。ダウンロードできたら圧縮されたファイルの中身のアーカイブフォルダをサイバーパンクのゲームフォルダへドロップします。圧縮ファイルの解凍には 7zip が必要になりますので、 PC に入ってない場合はインストールしておいてください。それでは前提要件が揃ったところで、各種モッドをコントロールするためのツール、サイバーエンジンツイーク CET の使い方を説明しておきます。ゲームを起動した際に CET のオーバーレイを開くホットキーをバインドする必要がありますので、好きなキーを設定してください。
で、ゲーム内で最初に設定したキーで CET のオーバーレイを開きます。まずはコンソール。このタブではコンソールコマンドを入力してアイテムを入手したりなどできます。衣装モッドなどはモッドのページに記載されてある CET コードをコピペして実行すれば即座にアイテムが入手できます。コンソールコマンドでは衣装だけでなくビークルやバニラアイテムも入手可能です。バインディングタブではモッドを有効化したり調整したりするためのホットキーを設定できます。例えばサードパーソンモッドを有効にするときはアクティベートキーを好きなキーに設定します。 CET を閉じて設定したキーを入力すればモッドが有効化されます。こんな感じで CET を使っていきます。また導入したモッドの設定用タブも表示されますのでそちらでもモッドの操作や設定が行えます。もしもモッドを導入したけど動作してないという場合はそのモッドの要件を確認して CET やネイティブセッティング UI、モッドセッティングが入っているか確認してください。ゲームプレイを変更するモッドなどはだいたいこの辺のメニューモッドを使って有効化したり設定を変更します。ではここからは必ず導入しておきたいおすすめのモッドを紹介します。まずはアピアランスチェンジアンロッカー。キャラクリをリパーロックだけでなく自宅の鏡でも行えるようになります。導入はモッドマネージャー経由で OK です。プリセットも保存できます。お次はエクイプメント EX。複数のスロットを使った装備の重ね着と装備プリセットも利用できるようになります。動画の最初から手順通り進めていれば要件は全て揃っているはずですのでこれもモッドマネージャー経由でダウンロードして有効化するだけで OK です。お次はエンジェルボディ、最新のボディモッドです。こちらもモッドマネージャー経由でいけますが確実に導入したい場合はマテリアル&テクスチャーオーバーライドでやったように手動で導入してください。そしてエンジェルボディを導入したら必ずエンジェルボディフルバニラリフィットも導入してください。バニラと DLC を含む全ての衣装がエンジェルボディ用に調整されます。これはモッドマネージャー経由で導入できます。あとはお好みでこちらもどうぞ。リグデフォームエンジェルエディション。スケルトンの調整です。ノーマルのエンジェルボディに少しボリュームが欲しいと思われる方は導入してみてください。これ以外にもボディリグはいろいろありますのでいろいろ試してみるのをお勧めします。個人的なおすすめは EKT リグ4エンジェルボディ。エンジェルリグと比べてヒップと太もも周りが特に強調されます。続きましてはゲームプレイ関連のモッドです。まずはイマーシブファーストパーソン。一人称視点でカメラを下に向けると首から下のボディが全て見えるようになります。次はフリーフライ。コリジョンを無効にした状態で自由に移動できます。大まかに手っ取り早く高いところやエリア移動したい時に便利です。障害物にぶつかることもなく快適に飛び回れます。フリーフライを有効化するキーは CET のバインディングタブで設定してスピードなどの調整は専用のタブで行います。続いてファストトラベルエニウェア。どこからでもどこへでもファストトラベルできます。サービスポイントなど表示されるアイコン以外にも好きな場所へ移動することもできます。任意の場所に移動したい場合はマップに左クリックでマーカーを置いてマーカー上で移動ボタン、マウスなら左クリック長押しですぐに移動できます。そしてオートドライブ、ピークルの自動運転です。オートドライブを開始するにはマップで目的地を設定してゲームパッド十字キー左、キーマウなら V キーで開始できます。あとは放っておけば目的地まで運転してくれます。オプションのファイルを導入すれば座席を切り替えたりトラフィックモードで安全に移動することもできます。現在のサイバーパンク2077には間違いなく必須のモードだと思います。
ゲームプレイ最後はオートルート。戦利品をワンボタンで回収することができます。デフォルトではアイテム監視のトリガーキーは F に設定されています。F キー長押しで戦利品を全て回収できます。トリガーキーは CET のバインディングで自由に変更可能です。では最後にビークルモッドを紹介していきます。サイパンといえばナイトシティでかっこいい車やバイクを乗り回して遊ぶのが最高に楽しいんですが、ビークルモッドの数が多すぎてどれを選べばいいか悩むと思います。そこで今回は個人的ではありますがおすすめのビークルモッドの作者とその作者の代表的なモッドを紹介します。ビークルモッドの導入に迷ったらどんな作者がどんなビークルを作っているのか把握しておくと好きなビークルを見つけやすいと思います。ではまず1人目、アレックス・バグ氏。アレックス・バグさんは題材にするビークルがどれもかっこよくてナイトシティの世界観にバッチリハマるスーパーカーを多数作られています。その中でも特にランボルギーニの作成台数が多くてクオリティも抜群で、アレックス・バグさんといえばランボルギーニというイメージがあります。個人的なおすすめはウラカン STO でしょうか。かっこよくてとにかく速い典型的なスーパーカーというイメージですが、ピーキーで扱いにくいところもあったり、そこがまた面白いですね。そして車だけでなくヤマハや川崎、BMW といったメーカーのバイクも作成されていますので、こちらもぜひ試してみてください。続いて2人目はエレン77氏。エレン氏はビークルだけでなく衣装モッドも作られている方です。それゆえに作成するビークルはどれもおしゃれでセンス抜群です。とはいえリリースされるビークルはデザインに特化しているだけではなくビークル自体の作り込みが半端ないです。エレン氏の車で一番ビビったのはフェラーリデイトナ SP3 ネクストジェン。この車はゲーム内で操縦してみるとよくわかるんですが、今までのビークルモッドとは乗り味も挙動も全然違います。ギャップを拾って伸縮するダンパーの動きも生々しくて驚きます。とにかく一味違うビークルを触ってみたい方はぜひエレン氏のモッドをダウンロードしてみてください。最後は SGH0 氏。こちらの方は割と新進な作者の方だと思いますが、奇抜な発想で作られたビークルが多いイメージです。そして日本車も多く作られています。前回紹介した86をはじめ RX7 や NSX、S30Z まで作られています。中でも特に僕がおすすめしたいのは S30Z。とにかく美しい完璧な悪魔の Z です。ナイトシティのどこに止めてあっても絵になるのが不思議ですね。ということで今回はサイバーパンク2077のモッド導入方法と定番のモッドをご紹介しました。サイバーパンクは現在ゲーム自体の開発が終了していますが、
にもかかわらず未だにアップデートが行われています。更新の頻度はかなり不定期ではありますが、もしかしたら今後も新しいパッチが配信される可能性もあります。その際は前提要件がゲームバージョンに合わせて更新されないと、モッドを導入した状態でゲームを起動できなくなりますのでご注意ください。という感じで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。